こんにちは、ガリです。今日は夏野菜のシチューに使うしのたけを取ってきました。地元の方に11月頃取るのがいいと教わり、この季節を待っていました。細いけど簡単には切れません。しっかりと固定して使いやすい長さに切ります。せっかくなので竹細工にも挑戦してみようと思っています。サトウキビです。丸かじりに憧れていたので畑の隅に植えておきました。予定の半分ぐらいにしかなりませんでした。もっと肥料を増やして大きく作って関東産の黒糖を作りたいです。甘いのかも。待ちきれないので一かじり。関東では無理なのかな。まあ実験。あんまり甘くないかもしれない。甘さ控えめかもしれない。シチューにしなかった余ったしのたけをざるかなんかにできないかなって挑戦してみたいと思います。地元の人に作っている方がいるか聞きましたが、今はいないみたいです。YouTube で探したら見つけたので、参考にして作ってみます。ただ、太い竹での作り方だったので、うまくいくかな。まだ、どんな違いがあるのか、想像もつきません。ちゃんと割れました。皮と実を剥がしていきます。太い竹よりカーブがきついので難しいです。難しい。怖いのでダイヤモンドコーティングの手袋を買いました。こんな風にたまーにうまくできます。さあ、厚みを揃えます。できた竹ひごは水につけておきました。実は一度編んでみたんですが、節の部分で折れてしまうので、竹ひごを薄くして水につけて柔らかくして再挑戦です。節が竹ひごに重なるように編むようなので、もっと考えてカットすればよかったなぁと今更思っています。編み方の法則が私にはちょっと難しい。折れないように気をつけて。できてきた。嬉しい。
よし、続けよう。だんだん難易度が上がってきました。底が編み上がったので補強します。やっと側面まで来ました。足りない。やり直し。また濡らしてきました。雨が降る日も、夜遅い日も、時間を見つけてのんびり作り進めていきます。だんだん形になっていくのは嬉しくて、ものづくりはいいなと思いました。折れた。たらいの中に針金と格闘した残骸がありますが、縁をつけるのには悪戦苦闘しました。やっとここまでできました。最後に富士とどっちだろうって巻いていきたいと思います。最近クライミングやってるんですか？膝にあざが絶えません。夏の暑さも落ち着いて雑草の勢いもなくなってきました。ニンニクを植える季節です。前回は収穫時期を見誤り腐らせてしまったので、今回こそニンニクマシマシ料理を作りたいです。1列分草をどかしました。すごく頑張って鳴らしていますが、石灰を入れ忘れたことに後から気づきました。もう少し低くする。ちょっとこれじゃ高いみたいだから、もう少し低くします。穴あきマルチを使うので、高い畝だと斜面に穴が開いてしまうことに気づきます。
年のニンニクは大きい種類も植えてみます。昨年飛び出してきてしまったものもあったので、ちょっと深めに。植えていない場所に肥料を置いておきます。山の下にある畑に来ました。さあ、今年のさつまいもはどうでしょう。ちゃんとできてる。さつまいもだけは成功です。安納芋はまだ小さい。味も気になります。ふかしてきました。今年初めてのお芋です。お茶もんにもう入れた。おいしそう。いただきます。紅はるかは昨年甘くなってきたなと思ったのが12月ぐらいだったんですが、もう掘ってすぐに今年のお芋甘いです。昨年成功だって思ってたけど、今年が成功かもしれない。小さめの安納芋ですが、なんか今シーズンはこっちが甘みが少ない気がする。お茶ってよく合う。不思議な結果です。前回とは大逆転。でも、この先皆さんにお裾分けできるのは、さつまいもが有力候補になりました。最後まで見ていただいてありがとうございました。すごく作るの大変だったんですが、形になって嬉しいです。頑丈にできたので、これからたくさん使いたいと思います。次は多分釣りの動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。